おはようございます。ケンです。今週のテスラですが、かなり重要な変化がいくつかありました。株価、販売、そして戦略、この3つが同時に動いています。この動画1本で先週のテスラで何が起きたのか、これを整理していきますので、ぜひ最後までご覧ください。まず結論からお伝えします。今のテスラはいいニュースと悪いニュースが同時に出ている状態です。一見すると分かりにくいですが、しっかり整理すると今どこにいるのか、これが見えてきます。今日はそのポイントを順番に解説していきたいと思います。まずは株価の動きから見ていきます。今週のテスラ株は370ドルという重要なラインを一度割り込みました。その後一時的に戻す場面もありましたが、最終的には360ドル付近で終えています。チャートとしては高値を切り下げ、安値を更新する流れになっていて、短期的には弱いトレンドです。ここで大事なのは、この下げがどういう性質のものなのかです。いわゆるパニック売り、つまり恐怖による一気の売りなのか、それともポジション整理なのか、今回の動きを見る限り、出来高の増え方からも、いわゆる崩壊的な売りではありません。どちらかというと、資金の整理に近い動きです。つまり、市場全体の影響を受けながら、一度ポジションを調整している状態です。この違いはかなり重要です。では次に Q1 の数字を見ていきます。今回の納車台数は約35万台、生産は約40万台でした。この差約5万台が在庫として積み上がっています。ここをどう見るか、これが今回の大きなポイントです。よく売れていないと言われますけれども、実際はそうではないんです。売れていないっていうよりも、今は作りすぎている状態です。実際にヨーロッパではフランスで約3倍、北欧で約2倍と販売が伸びています。つまり需要そのものが弱いわけではありません。価格や条件が合えばしっかり売れる状態にあります。ただし、この在庫の積み上がりが続くと値下げや利益率への影響が出てきます。ここは投資家としてはしっかりと見ておくべきポイントです。では次にプロダクトと市場の動きです。今週は日本でモデル YL が発売されました。3列シートの6人乗りで、これまでのテスラでは対応しきれなかったファミリー層にも対応できるモデルです。特に日本はミニバン文化が強い市場ですので、この動きは単なる新モデルではなく、市場の拡張という意味合いがあります。さらに日本ではスーパーチャージャー無料のキャンペーンや店舗、サービス拠点の拡大も進んでいます。これまで気になっていたけれども不安だったっていう層に対して実際に選択肢として入ってくるフェーズ、ここに入ってきています。オーナー目線でもこれからの利便性はかなり改善されていく可能性があります。そしてもう一つ象徴的な動きがありました。モデル S とモデル X の終了です。これは単なる販売の終了ではなくて、セレモニーを伴う形での終了となっております。この2つのモデルはテスラの初期を支えてきた重要な存在でした。そのモデルをこういった形で区切るっていうのは、ラインナップの整理が進んでいるサインでもあります。今後はこの生産ラインはオプティマスの生産ラインになると言われていますので、オプティマスが生産されていく、この新しい未来に期待をしていきたいと思います。では、続いては技術面です。FSD については、歩行者の動きを事前に察知して減速するなど、精度の向上が引き続き報告されています。今回のアップデートでは、単なる認識精度ではなく、判断力の部分が強化されている点が特徴です。ただし、ここで重要なのは、技術が進んでいることと実際に使えることは別という点です。各国の規制によって利用できる範囲にはまだ差があります。つまり技術は前進しているものの収益として本格的に反映されるにはもう少し時間がかかる可能性があるんです。ロボタクシーについても同様でエリアの拡大は進んでいますが全体としてはまだ段階的な展開です。このあたりは期待と現実を分けて見ていく必要があります。はい。では、ここまでを一度整理します。
今週のテスラは市場はやや弱い状態です。一方で需要はしっかりあります。ただし、在庫や競争という課題も出てきています。そして、プロダクトや技術は着実に進んでいます。この4つが同時に起きている状態です。では、ここからどう見ていくべきなのか。短期で見ると、在庫や価格競争、利益率といったリスク要因があります。一方で、長期で見ると、プロダクトの拡張や技術の進展といったプラス要素もあります。つまり、時間軸によって見え方が変わるフェーズです。今はどちらか一方だけで判断するではなくって、全体をバランスよく見ていくことが重要になります。今週は大きな一発のニュースっていうよりも、複数の変化が同時に起きた1週間でした。だからこそ、こうして整理して見ていくことで、初めて全体像が見えてきます。ぜひ今週のテスラの動きについて皆さんがどう感じたのかコメントで教えていただければと思います。はい、では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。本日は日曜日ですので、テスラのアンケートの結果を見ていきたいと思います。先週の結果ですが、テスラ株は先週末は 361.83 ドルで、今週末が 360.59 ドルということで、久しぶりにあまり変わらないという結果になりました。では、アンケートの結果を見ていきましょう。今回は445票いただいております。ありがとうございます。結果ですけれども、多分初めてかもしれませんが、下がると答えられた方が一番多くて 51% ですが、結果はあまり変わらないでしたので、8% の方が正解となっております。では、次にコメントをしてくれた方の結果を見ていきたいと思います。コメントですが、残念ながら全員不正解で、これまで連続正解していた AW139MK2 さんと EM さんが6週連続でストップとなっております。新記録の7週連続ならずでした。いや、まさか今週あまり変わらないとは思っていなかったので、この結果皆さん驚きではないでしょうか。はい、ではね、ここまでずっと連続で下げてきましたけれども、ようやく止まったっていう感じですね。これで来週がどうなるのか、反転するのか、はたまた下がっていくのか、もしくはあまり変わらないのか、以前同じような状況があったことがあるんです。あの時はあまり変わらないが何回か続きました。あの時と同じようになるのか、来週は要チェックになってくるんではないかなと思います。そしてこのアンケートですけれども、4週連続正解された方に、今は社内で使えるカークリーナーをプレゼントしていますので、ぜひ皆さん参加されてみてください。そしてこちらのアンケートですが、趣旨として2つあります。まずは株式投資の難しさ、これを実感してもらうということです。株式投資は株価予想などいろいろとあると思いますが、実際に毎週やることでその難しさがわかると思います。そして株式投資で上がるのか下がるのか、それがわかる人なんていないっていうことも実感ベースでわかると思います。しかし毎週行い、自分はこういった理由から上がると思う、下がると思うと毎週考えることで自分の中の分析力も上がると思います。僕の YouTube ではテスラ株投資をされている方も非常に多く視聴されていて、投資をする際には何かしらの根拠や分析を持って投資をすると思います。その時に毎週自分なりの分析をすることは役立つと思います。ぜひ僕の YouTube を通じて毎週このアンケートは行っていますので、分析力アップ、そして他の方のコメントもぜひご覧になってみてください。そうすることでそういった視点もあるのかと勉強になると思います。そしてコメントを通じて参考になるコメントがあったら、いいねボタンを押してあげたり、コメントに返信されたりされてください。そしてコメント欄を通じてご自身の株式投資の勉強の場として活用してもらえればと思います。ということで本日もアンケートしますので、ぜひゲーム感覚でも大丈夫ですので参加されてください。きっとご自身のレベルアップにもつながると思います。締め切りは明日までです。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。